AI エージェントって人間のように振る舞うじゃないですか。なので、人間の運用のような仕方をしないと AI エージェントってちゃんと回らないってことなんですよ。今 AI エージェントをチャット画面一つで使っている人、プロンプトを毎回工夫して仕事の背景を毎回貼り付けてコピペで作業している人。はっきり言いますけど、今後、あなたと AI エージェントを組織として回している人の間には決定的な差がつきます。素人のサラリーマンが副業で始めた事業と、プロの CEO が戦略と組織で回している事業、そのくらいの差がつくんですね。これはもう腕の差とかじゃなくて、運用設計思想の差なんですよ。で、これが私が本気のビジネス、私自身のビジネスで実際に回している AI エージェントの組織です。これはですね、過去3ヶ月、業界のプロとして AI エージェントを常時分回して、プロとして真剣に使い込んだ結果出来上がってきたものです。1日に12時間ぐらい分回してます。今日はですね、これを全部隠さずに見せます。はい、皆さんこんにちは。空気デザインのりおです。今回の動画は AI エージェント運用設計の総集編。今まで私が1000時間 AI エージェントを分回してきた中の努力の結晶と言える話です。さっきですね、決定的な差がつくと言いました。この理由を説明します。AI エージェントの話になると多くの人がこう考えるんですよ。もっと賢い AI が出れば解決するんじゃないか。クロードが一番いい。いや GPT-5 の方が精度が高い。いやコーデックスの方がコーディング性能が高いとか、そういった話をしますよね。この発想は全部一つの AI に全部やらせようとするアプローチなんですね。で、こういった使い方には必ず天井が来る。この理由を少し説明させてください。まず一つ目、一つの AI に全部の文脈を渡すと出力がブレる。プロジェクト X の話、クライアント Y の要件、先週の会議の議事録、今日の買い物リスト。この全部をですね、同じセッションに入れてしまうと AI が迷う。関係ないですね。いろいろな情報が混ざって回答が歪むんですね。結果、なんか惜しい出力、あるいはなんかずれた出力になることが多いんですよ。で、二つ目、間違いが増えるんですね。文脈がこういった形で散らかっていると AI は存在しない記憶を作り出す。先週こう決まりましたよねって決まってないことを言い出すんですね。業界用語だと、皆さんご存知の通りハルシネーションと言いますが、要するに自信満々に嘘をつかれるということです。そして3つ目、これが一番効くんですけれど、このやり方だと品質をチェックする人がいないってことなんですね。AI が一つしかないと、この出力をレビューするのは自分だけ。自分でプロンプト書いて自分で確認して自分で判断する。この回し方だとですね、プロの仕事の仕方じゃないんですよ。いわゆるスケールしないんですね。Google でもシリコンバレーのどこでもいいんですけど、まともな現場では一人の判断がそのままローンチに行くことはないんですよ。デザインならデザインレビュー、コードならコードレビューで、ローンチ前にはローンチレビュー。必ず複数の目が入るような仕組みができてるんですね。つまり品質は個人の頑張りじゃなくて仕組みで担保する。これがプロの現場の基本となってくるんですね。昨今では AI エージェントを社員みたいな形、またはですね、相棒みたいな形で使うじゃないですか。しかし一つの AI エージェントに全部やらせるアプローチはこの仕組みが成立しないんですね。 AI エージェントと私だけなので、全てのチェックを人間側でやらなきゃいけない。または人間側やったことを AI エージェント一人でチェックしなきゃいけない。これはもう仕組みじゃないんですよ。質が中の上で止まってしまう。だから組織化するんです。じゃあどうするかっていう話なんですけれど、答えは単純で、専門化した AI エージェントを役割分担させて共通の段取りで動かすっていう仕組みなんですね。一つの賢い AI を追うよりも、この方がですね、個人のレバレッジは比較にならないぐらい上がるんですよ。これは私が1000時間 AI エージェントを運用してきて痛いほど分かったことの一つです。で、じゃあどうやって役割分担と段取りを設計するか。そこで私の17年のシリコンバレー経験が効いてきたという話を次にします。私はですね、シリコンバレーで17年 UX デザイナーとしてやってきました。最近まで Google、その前は Amazon、シスコ、そして数々のスタートアップで働いてきました。その17年で見てきたのは、うまく回っている組織はどういう形をしているかという話です。で、その特にですね、うまく回っている方がいくつかあるんですよ。
まず1つ目、専門家ですね。Google の中にはプロダクトマネージャー、エンジニア、UX デザイナー、UX リサーチャー、テックライター、SRE とか、役割がものすごく細かく分かれてるんですね。各自自分の領域にしか責任を持っていない。何でもやる人はほぼいないんですよ。なぜか、一人が全部やろうとすると全部が中途半端になるからなんですね。これはもう個人の問題じゃなくて人間の能力の限界なんですよ。で、AI もですね、人間に近づくにつれてこの限界が浮き彫りになってきたんですね。AI エージェントにも全く同じ話が当てはまるんですよ。一つの AI エージェントに全部やらせると中の上で止まるっていうのはさっき話した通りなんですけれども、こういった話が AI エージェントに当てはまるということなんですね。で、二つ目、レビュー文化。デザインレビュー、コードレビュー、ローンチレビュー。重要な判断は必ず複数人の目を通す。なぜか、一人の判断には必ず抜けがあるからなんですね。どうしてもですね、バイアスが入るんですよ、一人だけだと。なので、違うバイアスを持った複数人数のレンズを通してレビューをかけるっていうのは非常に大事になってくるんですね。で、それを前提にした仕組みを作る必要があるってことなんですよ。AI エージェントも同じ。一つの AI の出力をそのまま使っていいわけがない。例えばですね、私のコンテンツチームは、原稿を書くアシストをするエージェント、文体をチェックする AI エージェント、内容の深さを確認する AI エージェント、そして AI っぽい表現を検出する AI エージェントの4段階のレビューが入るようになってるんですね。うまく回ってる組織の要素、3つ目、書き物で引き継ぐ。これは Amazon とか Google では特にそうなんですけれども、大事な話は会議で決めないで書き物で決めることが多いんですよ。デザインドキュメントとか RFC とか PRD とか ADR とか、こういう書類が常に書かれ続けているんですね。なぜか、組織が大きいと全員を同じ会議に集めるのは物理的に無理だし、それにですね、いろいろ決めることが多くなるとですね、それをいちいち覚えてやられるのが難しくなるんですね。どういう決算がどういうふうに決まったのかっていうのをですね、紙の書類として残しておくことが非常に大事になってくるんですね。なので、後でどうしてこんなことが決まったんだろうって思い出すときにですね、そうした書類を残しておくことは非常に大事なんですね。AI エージェントも同じで、エージェント同士を会話させないで、あえて全部ファイルやタスクボードに書いて、そこを読ませるんですよ。非同期でログが残る仕組みを作るってことなんですね。で、さらに4つ目、誰がどこまで決めるかを明示する文化を作るってことなんですね。例えば Google では、この判断は担当者の裁量、これはマネージャーまでの裁量、これはディレクターにあげてとか、決済のですね、経路が明文化されているんですよ。なぜか、これがないとですね、全員が全部の判断を最上位の上司に確認する地獄になるんですよ。誰も仕事が進まない。だから、これまでのランクの人はこれくらいの裁量があるよってことが明文化されてるんですね。で、AI エージェントも同じで、ここまでは AI が自分で判断していい。ここから先は人間が判断しなきゃいけない、確認しなきゃいけないの線引きを最初に明確にする必要があるってことなんですよ。というわけでですね、効率的に回っている組織のですね、4要素を見てきたんですけれども、専門家、レビュー、書き物、そして責任の所在の明示ですね。これ全部ですね、今まで人間の組織が何千年も試行錯誤してたどり着いた型なんですよ。情報の共有、判断の分散、質の担保、決済の経路、この4つの問題をですね、歴史上人間はずっと解き続けてきたんですよ。で、AI エージェントを複数運用すると全く同じ問題がそのまま出てくるんですね。だったら人間が何千年かけて見つけた解決策をそのまま借りればいいじゃないですかって話なんですよ。そしてそこに AI エージェントにしかない強みや特性を生かしたアレンジを加えればいい。私はそう考えたんですね。で、こういったですね、AI エージェントを回すときの組織設計にあたり一番大事なのは人間側の意図。自分がやりたいことに対してどういう仕組みが有効なのかということを考えるのが非常に大事なんですね。私は17年の UX デザイナー経験をそのまま AI エージェントの組織設計に投入しました。UX デザイナーって結局人と人、人と物、そして人と組織の関係を設計する仕事なんですよ。AI エージェントの組織も全く同じで、役割を与えて関係を設計して段取りを書く。これって全部デザインの仕事なんですよ、実は。いろんな AI エージェントを設計したんですよ。
それぞれの AI エージェントは専門家として設計されていて、エンジニアリング専門の AI、文体チェック専門の AI、ビジネス判断専門の AI とかですね、一人一人がプロとして、設計したんですね。で、組織図を書いて役割の境界を引いて誰に何を任せるのかを決めるのは私という形で、これですね、普通の会社と全く同じ構造なんですよ。CEO が組織を設計して、それぞれの社員が自分の専門で動く。違いは社員が AI だということだけなんですね。AI エージェント何も考えないで使った場合と、プロの CEO のように回した場合で全然結果が変わってくるっていうのはこういうところなんですよ。組織として AI エージェントを回すのか、それともなんとなく1対1で AI エージェントのやり取りをするのかって全然ですね、アウトプットの質とか量が全然変わってくるってことなんですよ。はい。というわけで、こっから先はですね、実物を見せていこうと思います。一つだけ先にはしていただきたいんですけれども、これって、この動画のために作った、モックとかですね、ただデザインだけとかじゃなくて、私が実際に空気デザインというですね、事業、会社を回すために実際に使っているシステムということになります。空気デザインの運営だとかですね、例えば YouTube の動画のスクリプト、台本の作成のアシストだとかですね、コード開発とか、ビジネスの意思決定だとか、全部これが裏で動いているということになります。で、この組織がどういうふうに動いているのかって話をまずさせていただきたいんですけれども、これが空気デザインのAI 社員組織図なんて書いてあるんですけれども、一番上に私、リオがですね、設計者というか CEO という形でおります。で、下の方にですね、4つの AI チームが存在していると。エンジニアリングチーム、コンテンツチーム、ビジネスチームにインフラ運用チームが存在していて、それぞれのチーム合計で18体の AI エージェントがいるというような状態になっております。で、その間にですね、この調整層ってものがあるんですけれども、まずこれの説明からさせていただこうと思います。で、この調整層は何なのかっていうとですね、普通の会社で働いたことある方はわかると思うんですけれども、会社って必ずイントラネットがあるじゃないですか。社内ネット。で、そこにですね、例えば社内のルールだとか、あとはですね、福利厚生の話だとか、あとはどこに会社の社員の名簿だとかですね、あとはうちの企業はこういう創立理念で、こういう仕事をやってますよとか、プロジェクトの詳細だとか、そういったドキュメントとかがいっぱい置いてあるじゃないですか。この調整層ってのは基本的にイントラネットです。ただし、これは人間と AI エージェントの両方が使う前提のイントラネットということになります。どういう風になっているのかというと、まずこのタスク管理っていうのがありまして、これはですね、私がバイブコードした、いわゆる看板ボードって言われるものなんですけれども、プロジェクトマネジメントツールですよね。タスクを作成して、それを例えば、じゃあこれは、何々さんにアサインする。で、このタスクは、誰々さんにアサインするみたいななんかシステムが必ずですね、どの現場にもあると思うんですけれども、それをですね、AI と私用に設計し直したツールを使っています。で、それを各チームがアクセスして、各エージェントも見ることができて、で、タスクがですね、AI がタスクをこっちに追加したりとかですね、あるいは私が自分でタスクを作って、この同じタスク管理ツールの中に入れ込んで、それをこのチームの中の誰か、適材適所、チームの中の誰かがピックアップしてタスクを自動的に遂行するという仕組みになっているということですね。これは後でもうちょっと詳しく解説します。で、他に共有記憶、引き継ぎ、デザイン言語なんて書いてありますけれども、これはですね、基本的に、社内のですね、哲学とか、社内ルールとかそういったものをまとめる、ノレッジベースと言われるものなんですけれども、これを私はですね、オブシディアンで作成してるんですね。実際のものを見せていきたいんですけれども、はい。これがですね、オブシディアンというですね、ノートアプリを使って作った AI と人間用の文脈エンジンということになります。で、これはどういった内容が入っているのかっていう話なんですけれども、ここにインボックス、プロジェクト、アイディア、リソース、コンテクストって書いてありますけど、これはどういうことなのかっていうと、すべてのですね、まずメッセージとかノートは、まずこのインボックス、受信箱に入ります。で、これをですね、AI が自動的に振り分けて、プロジェクト、またはアイディア、またはリソースっていうのは一次資料ですよね。資料をしまっておく場所。そしてこのコンテクストのこのいずれかに自動的に振り分ける仕組みができているというものになります。で、このコンテクスト
っていうこのフォルダが一番大事で、これがですね、いわゆる会社または私に関する全ての文脈情報が入っている場所になります。例えばですね、フィロソフィー、バリューなんていうのは私の哲学とか価値観とかそういったものがいろいろ入っておりまして、で私がどういったものを大事にしているのかとか、どういった価値観を持っているのかといった情報が入ってたりとかですね、プロフェッショナルアイデンティティ、私の職務履歴だとか、今何をしているのかとか、そういったプロフェッショナルとしての履歴が入っている。で、テクニカルセットアップ、私が使っているツールだとか、どういった機材を持っているのかとか、そういった情報もこちらに入っていて、あと面白いのはですね、このビジュアルデザインって書いてあるところですね。これはいわゆるデザインシステム、デザイン言語と言われるものでして、要はですね、何かアプリを作ったりとか、ウェブサイトを作ったりとか、空気デザインとして何かをデザインするときに、スライドはこういう風にデザインしますよ。アプリはこういったデザイン言語を使ってデザインしますよっていうですね、そういったデザインのパターンですよね。定型みたいなのが全部この中に入っていて、私が AI を使って何かアプリを作ったりとか、ウェブサイトを作ったりしようとしたときに、自動的にこの中身を参照して、いつも空気デザインのブランドを守ったデザイン、私がですね、デザイナーとして指定した、美的センスというかですね、そういったものを守ってくれるための指示書ということになります。そういったものがいっぱい入っているというのが、このコンテクストになりまして、この AI ハンドオフっていうのがまた一番大事で、これはですね、AI 同士の引き継ぎ書ですね。例えば、ジェミニが何か私のタスクをやってたとするじゃないですか。で、それをクロードに引き継ぎたいみたいな時に、ジェミニがこの中にノートを落とし込んで、それでクロードがそれを後で読んで、その仕事を引き継ぐみたいなことが可能になっています。そういったですね、いわゆるその全てのですね、情報が集約するイントラネットのデータベースとして設計されているのはこの Obsidian の文脈エンジンということになりまして、これをですね、作るだけで AI の出力の質とかですね、そういったものが全く変わってくるものになります。この文脈エンジンに関しては私以前ですね、非常に詳しく解説している動画を上げておりますので、そちらをですね、気になった方はぜひ参考にしてみて、ご自分で作ってみてください。もう本当に全然変わりますんで。で、また戻ってくるんですけれども、そういったことでですね、共有記憶、引き継ぎデザイン言語、こういったものが Obsidian で管理されていると。このスライドもですね、基本的に私が設定したデザインシステムを使って、AI が作ったスライドになります。で、次にですね、この AI 社員についてちょっと話をしたいんですけれども、この AI 社員ってそもそも何なんじゃいって話がおそらくあると思うんですね。で、これはですね、私はメインの AI 社員としては基本的にクロードを採用してまして、こちらに書いてある通り、エンジニアリングチームは主にクロードコードで、コンテンツチームはコーワーク、クロードコーワークで、ビジネスもコーワークチームで、インフラ運用チームに関しては、いろんなものの、組み合わせで作られているというような形になっておりまして、で、この一つ一つの AI エージェントは何でできているのかっていう話ですよね。で、これはですね、いちいち私が、18個アカウントを持って、クロードを回してるって思う方もいらっしゃると思うんですけども、そうじゃなくて、もうちょっと簡単なものになっております。AI 社員のですね、要素っていうのは3つありまして、この3つのマニュアル、頭脳、机と、呼ばれるような要素になっておりまして、わかりやすく説明するとですね、このマニュアルっていうのは何かっていうと、いわゆるインストラクションと言われるものですね。何をするか書いてある。要は AI エージェントが何をしなくちゃいけないのか書いてある指示書ということになります。俗にですね、skills.md とか言われるものにもなるんですけれども、基本的に AI エージェント、例えば QA とか、例えば UI デザイナーとか、そういう AI エージェントがあった場合に、あなたは UI デザイナーですよ。そしてこういうことに責任を持ってまして、こういう責務を持ってますよっていうですね、いわゆる仕事の内容を定義したマニュアルという形になります。専門化した AI 用のインストラクションの上にさらに Obsidian 上の文脈指示書、空気デザインという会社として何をやっているのか。リオという人間はどういったものが好きで、どういったことをしたいのかといったですね、そういった文脈を全部読み込んで、その組み合わせで動いているのが、いわゆる AI エージェントの性格、または動きを定義するマニュアルという形になります。で、その上に乗っかっているのが頭脳ですね。この頭脳はですね、もう何でもいいんですけども、私はたまたまクロードを使っているので、ソネットだとか、オーパスだとか、ハイクだとか、で、場合によってジェミニとかパープレクシティとか、あとは私ローカル AI はですね、今ヘルメスエージェント、オープンクローにはちょっとお休みいただいて、ヘルメスエージェントをですね、たまに使ってるんですけれども、こういったものを、例えば UI デザイナーとか、
ビジネスストラテジストとか、そういったものに当てはめて、使っているというような状態になります。で、さらにこの机っていうのは基本的に何なのかっていうと、ちょっと想像してもらいたいんですけれども、基本的には、その皆さんが例えば事務職であったりとか営業職であったとしたら、やっぱり自分の机を持っていて、その営業職だったら営業職の資料、で、事務職だったら事務職の資料と道具が、机の上に載っているという状態じゃないですか。それと同じですね。基本的にはこれは AI のセッションとかですね、あとはサブエージェントとか、いろいろ仕組みがあるんですけれども、そういったものになります。基本的にはですね、文脈が混ざらないための仕組みということになります。クロードみたいなプラットフォームになると、基本的に文脈を分けたい、言えば基本的にこのサブエージェントっていうのを作って、動かしてくれますんで、例えばコンテントディレクターだとか、UI デザイナーとか、サブエージェントを作り出して、それを独立した机で動かすというような動かし方が可能になっておりまして、この3つのですね、要素を使って、AI エージェント、独立した AI エージェントを動かしているというのが、この AI 社員の正体ということになります。で、どういった社員というかですね、AI エージェントがいるかっていう話もちょっとしていきたいんですけれども、基本的なチームの構成っていうのは非常にどのチームも似通っていて、おそらく違うのはインフラ運用だけだと思うんですけれども、どういった形になるのかというのを話をしていきます。基本的にはですね、私が作ったタスクないしは他の AI が作ったタスクがですね、このタスク管理の中に落ちるじゃないですか。で、これをですね、自動的にこのタスク管理の中に入ったタスクを自動的に拾う仕組みがありまして、各チームがそのタスクを拾います。で、まずですね、このテックリードとかコンテンツディレクターとか書いてあるじゃないですか。こいつらが、いわゆるオーケストレーターと呼ばれる AI エージェントになりまして、仕事を割り振りする AI ですね。で、例えばエンジニアリングタスクが、発生した場合、このテックリードがこのタスクからタスクを取ってきます。で、その内容を分析した上で仕事を割り振るんですね。例えば、今作ってるアプリの、クオリティを高めたい場合は QA に振る。UI を作りたい場合はフロントエンドエンジニアに振る。で、バックエンドだったらバックエンドに振るとかですね。そういった形でテックリードが仕事の割り振りを担っていて、私とのやり取りも一括して窓口となってくれるということになっております。大事な考え方としてはですね、コストなんですけれど、すべてですね、高級なモデルで、やっぱり、タスクを回そうとするとどうしてもですね、トークンが足りなくなったりとかするんですね。私今クロードマックスを使っているんですけれども、1日ですね、12時間ぐらい連続で動かしてますんで、マックスでもギリギリ足りたり足りなかったりみたいなレベルなんですけれども、そんな中でですね、トークンをどれだけセーブするのかっていうのは結構大事な話になってきまして、テックリードはですね、最上級のモデルでは動いておりません。今、ソネットで動いてますね。で、このテックリードがタスクの難しさを判断して、それを QA とかフロントエンドに投げた時にハイクとかソネットとかを使うという判断をしていると。で、それによってコストをセーブしているというような形になりまして、オーパス、最上級モデルのオーパスは、めったに出てこないというような仕組みになっております。で、このエンジディレクターってここにいるんですけど、これは何なのかって話をしたいんですけれども、これもですね、クロードに入っているアドバイザーという仕組みを使ってまして、要はアドバイザーなんですね、このエンジニアリングディレクターは。このエンジニアリングディレクターに関しては、いつも最上級モデルのオーパスで動くことになっておりまして、で、もしですね、難しいタスクが来た場合とか、戦略的な判断が必要なタスクが発生した場合、一回エンジニアリングディレクターオーパスにお伺いを立てて、セカンドオピニオンをもらって、正しい判断をしてから仕事を投げたりとかデザインしたりしなさいよっていう指示が出ています。最上級モデルのオーパスは戦略的な判断、難しい判断の時だけに出てくるという仕組みで動いてまして、それによって、かなりのですね、コスト削減を実現しております。で、コンテンツチームとかも基本的に同じですね。このコンテンツディレクターっていうのが、基本的にはオーケストレーターとなっておりまして、私がですね、例えば空気デザインの動画で話したい内容を書くじゃないですか。で、このコンテンツディレクターは私の書いた台本を膨らます役目を担っています。空気デザインの動画って全部自分で書いてはいるんですけれども、やっぱりですね、20分とか30分の内容になるとどうしても、どっかのセクションとかですね、どっかの部分が長くなりすぎたりとか、細かいことを言い過ぎてしまったりとかですね、いろいろ問題が出てくるので、そういったバランスを取ってもらうために、このコンテンツディレクター、AI を使っているというような仕組みになっています。で、いろいろチェック機能がありまして、それがこの3つの AI エージェントにありまして、ブランドボイス、ルートコーズ、アンチ AI スロップと
いうようなものが存在してまして、このブランドボイスっていうのは何なのかっていうと、コンテンツディレクターが一回膨らましたスクリプトを読んで、これが空気デザインのブランドボイスに一致しているかどうかを判定する、チェック、要は編集者みたいなもんですね。で、これはですね、オブシディアンにある、空気デザインとして大事にしていること、価値観だとか、喋り方だとか、そういったものを参考にして、果たしてこの空気デザインが本質的な、問題にタックルできているのか、ちゃんと皆さんの役に立つような内容が話できているのかといったことをチェックしているというようなものになります。で、ルート構図も基本的には同じですね。どこまで本質を突き詰めて、賞味期限の長い情報を出せているかみたいなものをチェックする AI エージェントとなっておりまして、このブランドボイスとルート構図で基本的には質の担保を図っているというような形になりまして、で、このアンチ AI スロップっていうのはその名の通り、どうしてもですね、AI エージェントが書いたりすると、たまに私が絶対に喋らないような内容だったりとか、あとはですね、ふざけた、書き方をすることがあるので、要は、俗に言う AI っぽい書き方ですね。そういったものを潰すための AI エージェントということになっております。で、このビジネスとかもですね、基本的には同じような運用になっておりまして、マーケティングディレクターとビジネスストラテジーっていうのがですね、私、空気デザインは、動画だけじゃなくてですね、実はですね、デザインコンサルとかもやってまして、そういった、デザインコンサルのですね、宣伝だとか、マーケティングだとか、そういったものをどうするのかとか、ビジネスとしてどういうふうに回していくのかっていうのを、この2人のエージェントが考えて、で、ブリーフィングを、毎週とか、数日おきに出してくれるというような仕組みになってます。で、このパートナーシップマネージっていうのは基本的に案件ですね。案件マネージャーですね。私動画やっててですね、いろいろですね、AI 製品の案件をいただくんですけれども、今ほとんどお断りしてます。基本的にですね、皆さんの役に立たないような、いわゆるハイプだけの AI 製品とか、どこにでもあるような AI 製品って、紹介したくないんですよ。本当に役に立つ、他とは違う、ユニークな、やっぱり性質を持ったですね、AI 製品だったら紹介してもいいかなと思うんですけれども、なかなかそういうのもないのが実情でして、そういったものを全部お断りして、フィルタリングするための、AI エージェントという形で、パートナーシップマネージャーというのが存在しています。で、リーガルレビューっていうのは、これは基本的には契約書のレビューですね。私がデザインコンサルで、契約書をですね、作るときにもちろん最終的には人間の弁護士にレビューしてもらうんですけれども、その前の第一段階として、このリーガルレビュー AI エージェントが、この契約書として瑕疵がないか、変なところがないかというのをレビューしてくれるというような内容になっております。で、最後にですね、このインフラ運用チームについて説明したいんですけども、これ実はですね、一番重要なチームと言っても過言じゃなくて、何をしているのかっていうと、この調整層のインフラのメンテをしております。例えばこのタスク管理ツールの中に重複するタスクだとか、あとはもう腐ってるタスクとかたまにやっぱりどうしても存在することがあるんで、やっぱり私人間一人なんで、人間一人で全部これを管理しようとすると自動化のためのですね、管理のタスクがものすごく多くなっちゃって回らなくなっちゃうんですよ。私はもう決断だけ、判断だけをしたいんですね。で、他は全部 AI に任せたいんですよ。なので、この、タスク管理とかオブシディアンの中のゴミ掃除をしてくれる AI エージェントがどうしても必要でして、それがこのローカルサポート。というですね、ヘルメスエージェント、または、オリャマのですね、ローカル AI を使って、日夜スキャンさせて、で、ゴミを取り除いている。そういった AI エージェントになります。で、このタスクディスパッチ、これなんですけれども、これものすごくですね、重要な、インフラ運用の AI エージェントって、これ実際に見せたいんですけれど、これですね、私が実際に空気デザインが、会社として回してる中の、タスクリストなんですね。で、これ本物なんでいろいろネタバレも入っててちょっと怖いんですけれども、見せるって言った以上は見せるんですけれども、いろいろタスクが入ってるじゃないですか。で、さっきのタスクディスパッチって何をしてるのかっていうと、オブシディアンのインボックスの中に入ったノートとかですね。例えば私が、このようにですね、私が例えば私のスマホから、オブシディアンの掃除をしてほしいみたいなノートをオブシディアンの方に送ったとするじゃないですか。で、これをですね、タスクディスパッチが読み込んで、で、タスクボードにタスクを作成するんですね。で、これがタスクボードなわけなんですけれども、見ての通りですね、一つ一つのタスクの中に、ヒューマンだとか、あとはコーワークだとか、あとは下の方にクロードコードとか書いてありますけれども、さっきのタスクディスパッチは、タスクを、オブシディアンのノートを読み込んで、で、必要なタスクをここに作成して、で、それを、必要な人材に割り振りすると。そういった役割を持ってます。
なので、4月26日の、ディスパッチが何をやったのかっていうノートがここに残ってるんですけれども、例えば、コンプリーテッドオーバーナイトって書いてありますよね。これは、タスク67、タスク60、タスク49が夜中の間に、完遂できましたよというような報告を入れてきてますね。で、その上でさらにインボックススキャン、オールプロセストって書いてありますけど、先ほどのオブシディアンのインボックスの中にあったノートをすべてスキャンして、でタスクを作成しましたというような話をしてます。で、さらに、こちらの Need Your Attention っていうところがあるんですけど、これ何なのかっていうと、タスクディスパッチャーが私がやらなきゃいけないタスクで、重要なことを並べてくれてるんですね。で、私、最近 Google を辞職したんですけれども、それをですね、皆さんにお知らせしなきゃいけないなっていう、そういったタスクが発生してまして、で、それがP0、一番重要なタスクとして、気をつけてくださいよというようなことを、言ってきてると。で、全プラットフォームのプロフィールを更新。Google を辞めたんで、もう Google 社員ではありませんよということで、プラットフォームのプロフィールを更新しましょうという形で、いろいろタスクがあるということで、私にこういったタスクがあるよというのを教えてくれているのがタスクディスパッチャーということになります。このタスク管理ボードなんですけど、これ私がバイブコードしたアプリになりまして、どの AI でもアクセス可能な、タスクボードになっておりまして、で、人間と AI、どちらもアサインできるようになっていると。で、ニューアンアサインドに入ったものを AI と私が見て、で、自分が今やってるものをこのインプログレスの方に入れて、もし何か不都合が出たらブロックドに入れて、で、例えばコーワークだとか、またはクロードコードだとか、または AI がですね、突っ返してきて、で、私に何かやってくれ、みたいな感じで、その突っ返してくることがあるんですけれども、コーワークによるですね、コメントが入ってますけれども、こういう理由で、ヒューマン、つまり私がやらなきゃいけないことがあるんで、これはブロックですよ、みたいな感じでですね、これもう完全に人間の会社と同じ仕組みなんですね。というわけで、こういった形でタスク、AI エージェント、人間、関係なくですね、一つのタスクボードを使って業務をぐるぐる回してると。で、このタスクの中に入っていればですね、夜中に勝手に AI がこのタスクをピックアップして勝手にぐるぐる回してくれる仕組みになってますので、これによってですね、24時間。私の場合はですね、だいたい12時間から14時間ぐらい1日 AI エージェントが回っているというような状態になっております。そういうわけで、こういったですね、自動的に回る仕組み、そして人間 AI ともに一元管理できる情報源というのを作ってですね、自動的に AI が勝手に動く仕組みというのを作っていくのが非常に大事になってます。これによってですね、コード担当のチームはコードを書いている。そして文体担当のチームは原稿を読んでいる。そして事業担当のエージェントは来週の戦略を立てている。そして品質チェック担当は夜中テストを回しているといった形で、もう各 AI チームがですね、自律的に動いている仕組みを作ると。これって本当に人間の組織と同じで、その組織の上の方にいる人間っていうのは基本的に自分がいなくても意思決定が起こって、で、勝手に組織が回る仕組みを作るのが一番大事なんですね。で、冒頭になんで AI エージェントを従来の AI チャットのように使うと出力の量、質とともに差が出るって言ったのはこのことなんですね。基本的に AI エージェントって非常に人間に近いですね、能力を持ってますので、自然とですね、どうしてもですね、AI エージェントの出力の量と質を上げようと思ったら人間の組織みたいな仕組み作りが不可欠になってくるんですよ。そういったわけで、私が今ですね、見せたような仕組みをですね、作ることによって AI エージェントが自律的に回る仕組みを作っていると。そういった形で、今回ですね、空気デザインのやっている AI エージェントの組織をですね、簡単に説明させていただきました。というわけで、夜中でも AI エージェントの社員たちはですね、必死で働いて、で、朝起きた時ですね、このモーニングスタンドアップっていうルーチンがあるんですけれども、これでですね、何があったのか、夜中に何があったのかという報告を、私はもらって、で、今日やるべきことっていうのを勝手に AI がですね、私の前に出してくれますので、それを実行すると。そういった仕組みができているということですね。これですね、Google やシリコンバレーの技術文化の会社では普通にやってる仕事のやり方なんですよ。24時間365日サービスが動く前提で夜中にテスト、性能測定、セキュリティチェックを自動で回して、誰も触っていない時間こそシステムの品質を上げるチャンスなんで、空いてる時間を無駄にしないで、QA を回したりとかですね、メンテとか保証を行ったりとか、いろんなですね、タスクを回してもらうと、そういった仕組みを作ってるわけです。こっちはですね、クロードコードなんですけれども、こちらにもですね、例えば
デイリー QA ランなんてものがありまして、毎日ですね、実装したソフトウェアとかアップデートした内容とかをですね、必ず夜中にですね、QA 担当の AI エージェントが全てテストをして、テストがパスなのか、そうじゃないのか、クオリティが上がってるのか下がってるのか、みたいなものを確かめてくれるというですね、ルーチンを作ってるわけですね。こういった品質を保証するための内容をですね、毎日走らせると。これによってですね、業務が回ると。で、夜中の時間を有効に活用できるというような仕組みになっております。これがですね、今うちで働いている AI エージェントの組織。3ヶ月、1000時間 AI エージェントを分回して、出来上がってきた組織ということになります。というわけでですね、ここまでですね、実際に私が使っているシステムをですね、簡単に説明させていただきました。全部説明したら日が暮れてしまうので、ちょっと全部は、説明できないんですけれども、4チーム18体の AI エージェントプラス契約社員の仕組み。そして全員が共有する会社のイントラネット。人間と AI が同じ場所でタスクを回し合うボード。思いつきを AI が判断してタスクに変える流れ。夜中の自動品質チェック。そういったものを解説させていただきました。これが今、うちで動いている AI エージェントの組織。3ヶ月1000時間超の実運用ということになります。1000時間の運用を通してですね、気をつけなきゃいけないこと。こういったことをやるときに気をつけなきゃいけない知見みたいなものが結構溜まってますので、それをですね、重要なものをいくつか順番にお話ししたいと思います。まずですね、一番大きな気づきなんですけれども、こういった AI エージェントの組織化の最大の見返りは時間の節約じゃないんですよ。夜中の品質チェック、ノートの整理、セキュリティの深掘り、こういった仕事って一人のプレイヤーでは絶対にできないしやらない仕事なんですよね。時間も集中力もやっぱり人一人じゃ限られてるじゃないですか。だから割に合わないんですよ。でもこういう風に AI エージェントを組織化した瞬間にこういう仕事が経済的に成立しうるんですね。夜中に勝手に動く AI がいれば時間コストはゼロ。自律的に動いてくれるんで、私がいちいち見てなくても勝手に動いてくれる。専門の担当がいれば集中力の問題もないんでずっとやり続けてくれる。結果ですね、シリコンバレーのプロの現場と同じ水準の品質管理が私のようなですね、一人の事業にも入るんですね。これはですね、時間節約とは桁違いの価値だと思うんですよ。次にですね、運用してて一番痛感したことの一つなんですけれど、AI エージェントに暗黙の了解は通用しませんってことなんですね。例えば人間の新人なら、インボックスのファイルを勝手に消したら怒られるなって暗黙でわかるじゃないですか。でも AI エージェントってわからないんですよ。消すなと書いてなければ消す可能性があるんですね。実際ですね、そういう事故が私の組織で1回起きたんですよ。オブシディアンのインボックスの中身を AI が自分の判断で消しちゃったことがあったんですよね。つまりやっていいこと、やっちゃいけないこと、迷った時の判断基準、全部ですね、書き下ろす必要があるってことなんですよ。これは結構最初は手間なんですけれども、ここを省略すると必ず事故が起きます。私1000時間分回してますけれども、未だにですね、たまにそういった指示書を更新することがあるんで、組織がですね、拡大したり変化するたんびに、ある程度ですね、更新する必要がある内容でもあるんで、それはですね、肝に銘じておいてほしいと思います。こういったですね、指示書の精度がそのまま組織の質に直結するので、これは絶対に気をつけてほしいこととなります。一番怖いこととして、AI エージェントの組織はエラーも警告も出さずに静かに壊れることがあります。例えば設定のどっかが間違っていて、間違った動きをし続けているのに誰も気づかないってことがあるってことなんですよ。人間の新人なら、このメッセージが届いてないんですけど、とか、エスカレートしてくるじゃないですか。報告してきますよね。でも AI エージェントは壊れたファイルに書き込み完了しましたって返事して次の仕事に移っちゃうんですよ。AI エージェントが動いてますっていう報告だけでは足りないんですね。定期的に設定が本当に合っているかどうかを端から端まで観察するという仕組みをですね、作った方がいいです。これが運用の基本となります。いろいろあるんですけれども、この3つがですね、今までの1000時間の運用で本当に考えなきゃいけない大事なことという感覚ですね。やっぱり1000時間 AI エージェント分回して感じたことは、やっぱりですね、最終的には、人間の組織にかなり似ているものをやっぱり作らなきゃいけないな。で、それでいて AI エージェント、AI ならではのですね、長所や短所がありますんで、それを分かった上で、
組織の形を調整する。でもあくまでもベースはよく回っている人間の組織のあり方をアレンジしたものから始めるのがおそらく一番いいと思います。というわけで、ここまでいろいろ解説してきたんですが、まとめさせていただきます。まずですね、AI の組織を作るときにやらなきゃいけないこと。一つの AI に全部やらせないってことですね。役割を分けて、それぞれが自分の領域だけ責任を持つ。文脈を分ける。品質のチェックは複数の目でやる。これが出力の質を向上させるための唯一の構造となります。これはですね、プロの会社が現実に採用している AI エージェントの運用方法ともなります。もう二つ目。全員が同じ記憶を共有するということですね。AI エージェントごとに記憶がバラバラだと組織として機能しないので、いわゆるイントラネット、私が作っていた Obsidian の文脈エンジンとか、あとは AI と人間が共通で使うタスクボードとかですね。そういったものを活用して、必要であれば自分で作って全員の共有メモリとして利用しましょうということですね。これがない AI の組織って、もう毎朝全員が記憶喪失で出社してくる会社と同じなんですよ。前の日に決まったことを誰も覚えてない。他のチームがやったことも誰も分かってない。そんな会社成立しないんですよね。そして最後、3つ目。引き継ぎは会話じゃなくて、ドキュメント、書き物で残しましょうっていう話です。AI エージェント同士って基本的に直接会話しませんので、全部タスクボードに書き込む。そして非同期でログが残るようにして、後から誰でも辿れるようにする。こういったですね、人間とは違ってリアルタイムで会話しないという前提のもとにですね、非同期のコミュニケーション設計、すなわち文書でやり取りをする。そして必ず文書で履歴を残す。こういったですね、組織づくりを心がけないと、どこかでつまずきます。これって実は AI が出てきて初めて作られた原則じゃないんですよね。これ基本的に人間の組織が数千年かけて試行錯誤でたどり着いた方とほぼ同じなんですよ。私がですね、このシリコンバレーで17年間見てきた方そのものということになります。今回ですね、紹介させていただいたインフラとか設計運用の方法なんですけれども、この考え方は、どの AI の会社を使っても、この AI 競争の中でどの AI の会社が勝っても、生き残りうる設計思想だと思います。皆さんが使っているのが、クロードでも、ジェミニでも、チャット GPT でも、基本的な設計運用思想は適用できます。やっぱりですね、どの AI が強いかで議論するのは素人のゲームです。プロはどう回すかで勝負を決めます。というわけでですね、今回は私が空気デザイン、本当の会社としてのですね、空気デザインがどういうような AI システムで業務を分回しているのか。そういったシステムをですね、簡単に説明させていただきました。もしですね、よくわからなかったところだとか、詳しく説明してほしいところがありましたらですね、コメント欄の方に入れてください。いろいろですね、説明が足りてない部分もあったと思うので、ぜひですね、教えていただければ、詳しく解説させていただきますので、ぜひ教えてください。それではですね、今回も動画を見ていただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。